にちは。はい、今日は久しぶりに最近のお気に入りたちをたくさん紹介していこうと思います。この間質問返しでモチベーションを保つためにどうしてますかっていうメッセージをいただいたんですけど、私は結構アイテムで助けられてることも多いので、今日は私がモチベ維持に助けられているアイテムたちを厳選して持ってきました。なのでポンポン紹介していきますね。まずはじめにこちらのバイレードのボディケアたちです。この間私のお友達がプレゼントしてくださったんですけど、ずっとこのバイレード気になってたので自分で買おうかなって思った時もあったんですけど、ちょっと見るだけで手を出せずにいたんですね。そしたら私に似合いそうな香りを選んでくれて、これがボディウォッシュなんですけど、ローズ・オブ・ノーマンズランド。これまだもったいなくて2回ぐらいしか使ってないんですけど、私最近結構ちょっとバタバタしていて、ボディケアとかにかけるそれこそモチベーションというかやる気がなかったんですね。でそのタイミングでこれをいただいて、でここがストップオープンって書いてるんですけど、息漏れしないような感じになっていて、それも私的にすごくポイント高いんですけど、これはとにかくもう匂いが本当にストライクで、私よく香水が苦手って言ってるんですけど、こういう香水だったらつけてたいっていうぐらいめちゃくちゃいい匂いで、もう本当にこれは何て言うんだろう、ローズなんですけど、私ちょっと何て言うんですかね、チープなって言ったら失礼ですけど、チープなローズが本当に苦手なんですね。だけどこのローズは上品で、香水まではいかないけどちょっと深み、奥行きがあるような匂いで、けど爽やかで、これはしかもメンズも使えるぐらい男女問わず好まれる匂いなんじゃないかなと思います。もともと私はお風呂好きというか、お風呂に入らないと寝るスイッチが入らないタイプなので、お風呂は好きなんですね。ただこうシャンプーしたり体を洗ったりとかいうケアがとにかくめんどくさいなって思うんですけど、やっぱり自分がリラックスというかタイプな香りにこう全身包まれると、ちょっとスキンケア頑張ってみようかなみたいな気持ちにさせてくれるので、本当これはとってもお気に入りです。私が男の人だったらこの匂いがする女性がすごくタイプだなって思います。でこれもバイレードの、これはハンドローションなんですけど、こちらもローズの香りで、どっちもローズなんですけど、こっちの方が何て言うんですかね、手に馴染むようなローズにプラスちょっと石鹸の香りを足したみたいな香りなんですね。これも保湿してくれるし、スッと馴染んでくれて、嫌なベタつきとかがなくて、これもすごくお気に入りで、しかもかなりもうハンドローションどころかボディーローションに使えそうなぐらいの量で、なので私はこれを首に塗ったりとか、バストに塗ったりとか、お尻に塗ったりとか、私ポンプ大好きなんですね。ポンプでこう取ってもう全身にお風呂上がったら塗るみたいな感じで、これは自分で買ってももちろんいいですけど、プレゼントでもらっても私はとっても嬉しかったので、男女問わず喜ばれると思うので、これおすすめです。香り物を最初に紹介すると、こちらのこれはちょっと箱も可愛いので取っといたんですけど、よく見るとここに未来って書いてあって、これも名前は自分でつけたんですけど、これはインディゴさんっていう調香師さんのところで作ったもので、これはアロマなんですけど、アロマって何十種類もあるじゃないですか。私アロマ嗅ぎに行っても本当にピンとくるものが全然ないっていうか、なんならアロマ単体でいいなって思うものとすっごい苦手だなっていうものがはっきりしていて、こうなかなかいいアロマに出会えなかったんですね。でこれはネットとかで予約して自分でお店に行って何種類ものアロマを結構パッパ嗅いで、自分がいいなって思った匂いだけを入れて作るみたいなアロマミストなんですけど、結構お値段はするんですけど、めちゃくちゃアロマにこだわっている方がアロマを集めて作ってくださるので、お値段以上に満足感があるものですね。この日発見したのが、そのバニラの匂いすごく苦手だと思ってたんですね。なんか甘い匂いが苦手、どちらかというとフローラルな香りとかムスクとかそっち系が好きだと思ってたんですけど、なんかトンカっていうトンカ豆
っていう、なんかバニラに似てるんですけどバニラよりも柔らかくって、すごいこの匂い好きだなって思ったんですよ。でそこのアロマが本当にこだわっているので、バニラもすごい私が好きなバニラの匂いだったりとか、私はそのトンカも配合してもらったんですけど、なんか意外に私この匂い好きだったんだとか、誰かと一緒に行ってあなたはこの匂いが好きなんだねとかなんか比べたりするのもすごいいいんじゃないかなと思って、最近は本当にこのミストを、気分が上がらない時とか落ち込んだ時とか、なんか頑張りたいなとかリラックスしたいなって時に振りかけてます。このアロマ作るの本当にめちゃくちゃおすすめです。ちょっとボディだったりを紹介したので、今度は最近の顔のケアでおすすめなものを紹介しますね。で今回プロモーションってついてるじゃないですか。でも安心してほしいのが、これは私が前からめちゃめちゃ愛用しているものなので、リアルに使っているアイテムになります。でそれがこちらのミディキューブの美顔器です。もうこれはなんか私が紹介しなくてももうすでに有名で人気なのではって思うんですけど、今回ミディキューブさんからお話をいただいて、私も YouTube で多分ご紹介したことあるんですけど、何ヶ月か前からこちらの美顔器もうすでに使ってたんですね。これは本当に私の撮影の前絶対に使ってるアイテムで、やっぱりこう撮影のモチベは私は美顔器なんですね。顔がむくんでると本当に撮りたくないし、ちょっとでもやっぱりむくみを取りたいので、その韓国の時にも持って行ったし、私は黒使ってたんですけど、今回メディキューブさんがこちらのピンク色をギフトしてくださって、これは全く一緒のものです。これのミニもあるんですね。通常サイズにはない鎮静モードがあったりするから、正直本当にミニも買おうか私は悩んだぐらいなんですけど、これも1個で何役も活躍してくれるような美顔器なのでちょっと紹介しますね。スキンケアの成分を浸透させてくれたりとか、毛穴とかハリとか、撮影の前にすごく助かっているリフトアップとか、もうこれ1台でケアしてくれるんですね。どのモードを使っていいかわからないっていうぐらい多機能だから、慣れるまでちょっと難しかったりもするんですけど、説明しますね。まずこうやって長押しするとこうブースターモードになって、同じボタンを押すとレベルが5まで上がります。でこのモードってところを押すと4つのモードが選べるようになっていて、私はこのブースターモードと緑のマイクロカレントモードをよく使っていて、ブースターモードはスキンケアする時に美容液だったりとか浸透させたいなって思う成分のスキンケアアイテムを使う時に使います。なんとこのブースターモードは肌への浸透率を785% 引き上げてくれるんですよ。なのでやっぱりこれを使った後だと、ただ手でパシャパシャ塗るよりももちもちした感じが私はします。あとはこうニキビ跡が気になるなっていうところに重点的に浸透させるようにこのモードを使ったりとか、これが私が一番お気に入りのモードなんですけど、これは肌のコラーゲンの生成を促進してくれるモードで、ハリケアしたいなっていう時におすすめです。これは私はもう撮影前必ずこのモードを使っていて、やっぱむくみ取りたい時に私は個人的におすすめです。でこれがダーマショットなんですけど、EMS が搭載されていて、こう当てると筋肉がピクピク動くんですね。表情筋を鍛えるような EMS モードで、私はよくこの口周りとか目元ですに使います。で最後がこのエアショットモードなんですけど、なんか私この先端部分を使うようにしていて、従来のミディキューブの美顔器も使ったことがあるんですね。でそれ丸かったんですよ、ヘッドの部分が。だけどこの新しいのは先端がこう雫型になってるので、ここでこう目元とか細かいところにフィットしてくれるっていうのが、個人的にはすごくありがたくって、これはそんなに使う頻度は多くなくって、週に1回とかなんですけど、私はこう乾いた肌に軽くちょっと浮かせながらこんな感じで当てるんですね。これはちょっとパチパチするような感じ、私的には
エステ感覚っていうか、ちょっとパチパチするからレベルを結構1とか2とかにしてるんですけど、このモードはマイクロニードルで肌をこうちょっと刺激して毛穴をキュッと引き締めてくれるようなモードです。でこれのいいところをさらに言うと、首とかにも使えるんですね。私本当に手を汚したくないというか、あんまり手のひらをベタベタさせたくないんですね。なのでこういう美容液とかを首に垂らして、そのまんま一緒に美顔器当ててケアしてます。注意してほしいのが、この喉仏は避けてサイドをケアしてます。あとデコルテとか、意外とこの辺も詰まってると顔がむくむので、これで流してますね。でも私は毎日正直使うことはなくって、ほんと撮影の前とか、もう気分を高めたい時とかスペシャルケアとして使ってます。で実はこれも今回お話しいただく前から美顔器と併用して使ってたので、もうあとちょっとしかなくて、今回この箱ごと送ってくださったんですけど、こっちを使い切ってないのでこれも持ってきました。このセラムもめちゃくちゃ最近話題なので、これ新しいから綺麗ですね。で最近なぜかピンクが珍しく好きで、このベビーピンクも可愛くて見た目もお気に入りなんですけど、これは名前の通り PDRN が入っているアンプルです。メディキューブといえばこの PDRN が入った商品が最近人気かなと思うんですけど、 PDRN はただ塗るだけじゃあんまり浸透しないって言われてるので、私はブースターモードと一緒に使ってます。一応ホームケアということで、やっぱりこれを使うとなんか私は一番ツヤが出るのが好きで使ってるような感じですね。個人的には潤ってくれるんですけど、めちゃくちゃベタベタになるとかではなくって、肌のキメも整えてくれるし、なんか透明感が出たりとか肌の弾力が出るような気がして、私はよく美顔器と使うとなったらこれを使う頻度が高いです。聞くところによると、こういう PDRN が入った美容液って100から 1000ppm ぐらいが普通だよねって言われてるらしいんですけど、このメディキューブのアンプルはなんと1万 ppm 入ってるらしいです。私よく問い合わせしちゃうんですね。ほんとめんどくさいやつなんですけど。で今回もメディキューブさんに問い合わせさせていただいたら、すごく丁寧に対応してくださったんですけど、なんか私このピンク色って最初着色料とか入ってるのかなって思っちゃったんですね。でこんな可愛い色してるから。でそれで聞いてみたら、こちらはビタミン B12 本来の色のため人工着色料は使用しておりません。また人工香料も不使用となってますって教えてくださって、調べたらそうやって自然由来のものですよって一応書いてあったんですけど、念のためちょっとこういうお仕事の時の特権というか直接お話できる機会だったので聞いてみたんですね。私も敏感肌なので、そういう香料とかが刺激になって逆に荒れちゃうみたいなことがあるんですけど、私はこれを使っても刺激がある感じはしなかったので、結構個人的には使いやすいですね。やっぱり PDRN ってこう肌への吸収が難しいって言われてたりするじゃないですか。だけどこのメディキューブは独自の技術で均一で安定化した PDRN を配合しているので、なんと皮膚の奥の10層まで素早く浸透してくれるみたいです。本当に個人的にはめちゃくちゃ即効性がありますっていうよりかは、やっぱり美顔器と併用して使ってると内側からしっかり保湿してくれる感じがありましたね。これと似た感じで即効性が欲しいって思う方もいると思うんですね。そういう方におすすめなのが、こちらもメディキューブの新しく出た PDRN のゼリーミストなんですけど、これ面白くて中に本当にゼリーみたいなのが入ってるんですよ。でちょっとオイルみたいなのも入ってて、これも人工香料とか着色料っていうのは使用していませんということなので、敏感肌の私でも頻繁に使えるぐらい最近活躍しています。さっきのアンプルよりこっちの方が私的にはやっぱミストなので手軽だし、ツヤ感もそうだし保湿力とか分かりやすいなと思って、これはこう最初に振ってからこんな感じでシュシュシュッとかけるんですけど、人工香料使われてないのにすごくほのかに甘くていい匂いがするんです。香りもこだわりたいっていう人にも私は個人的におすすめなんですけど、でこれは今日もメイク前にも使ったし、個人的に私がめちゃくちゃおすすめの使い方があって、パフとかにこうやって
振りかけるんですね。あ、やばいなんかすごいフィルターかかりましたみたいな、ふわふわになっちゃった。これが本当に私はめちゃくちゃ気に入ってる使い方で、普段は精製水とかを含ませてファンデーション塗って叩き込んでるんですけど、冬とかってちょっと乾燥しやすいじゃないですか。で、私よくアバウトトーンのファンデーションを使うんですけど、人によってはちょっと乾燥を感じますってコメントとかもいただいたんですね。どう対策してますかみたいな。私は保湿力が高めの下地を塗ったりとか、あとは本当にこういうパフにミストをかけて叩き込むとめちゃくちゃツヤが出るんですね。私は乾燥しないので、ぜひ一度やってみてほしいです。ファンデーションが厚塗りになるのが嫌とか、皮膚が薄くて厚塗りすると老けて見えますって方もいると思うんですよ。私はそうなんですけど、そういう人にもこの方法でやってあげると余分な液体も取ってくれるし、かつ保湿してくれるので、これはめちゃくちゃ最近気に入って使ってます。お風呂上がりにもすごくいいし、あとはメイク前髪とか濡らしたくないって思う時あるじゃないですか。私は髪も保湿されていいかなとか思っちゃうんですけど、前髪濡らしたくないですでも使いたいですっていう人は、手の甲にこうやって吹きかけて優しくハンドプレスすると前髪も濡れないし保湿もしてくれるのでおすすめです。見た目も可愛いし香りも私は好きだし、これも私は刺さる方多いんじゃないかなって思います。と熱弁しちゃったんですけど、そしたらちょっとコスメ紹介しますね。こちらのプラダのペンシルなんですけど、これは珍しいグリーンのペンシルで、これ実はアイライナーなんですね。私はこれ目元には使ってなくって、どこに使うかっていうと、ニキビ跡とか赤みが気になるところに使います。やっぱりニキビ跡があったりとかニキビがあるとメイクするモチベーション下がるじゃないですか。これ多分正しい使い方じゃないし勝手に私がやってるだけなんですけど、これをニキビ跡が気になるところにまず最初に使って、でその後にいつも使っているコンシーラーを重ねると、私的には結構ただコンシーラーをつけるよりかは綺麗にカバーしてくれる感じがあって、しかもペンシルなのですごい使いやすいし、これ色味もパステルミントグリーンみたいな感じですごい肌なじみがいいというか、緑だけど緑すぎなくて、最近これもいいなと思ってよく使っております。で、あとは最近こちらのハートパーセントのリップたちがお気に入りで、私これのブラウン茶色いペンシルを買ったことがあって、これはピンクなんですけど、ハートパーセントのペンシルはスルスル描けるので色味も可愛いし、これ私今日唇の輪郭をこれで縁取ったんですけど、すごい描きやすいし色味も可愛いので、メイクのモチベは私結構リップだったりするんですよ。で、こっちはちょっと若干ブラウン味の入ったコーラルオレンジみたいな色で、ピンクメイクしたい時はこっちを使って、ちょっとブラウン味が欲しいとか秋冬っぽいブラウンのメイクする時はこっちを使ってます。で、これはこの間一番最後に私実はおまけをつけてるんですね。動画の最後におまけでこれはご紹介したんですけど、この間つけてたリップがすごく好評で、これちょっとパープル味のあるシアーなリップですね。これのいいところってこれが若干重量があるのでリップが倒れないってところですね。可愛くないですか？この色づきとムチっとしたようなツヤ感が出たりとか。ハートパーセントはペンシルしかほぼ使ったことないんですけど、リップもすごい可愛くて、やっぱこういう見た目が可愛いコスメを使うっていうのも私はテンションが上がります。最後に私が欠かせない2つのアイテムを紹介しますね。まずこちらのシンコっていう、多分シンコだと思うんですけども、これですね。これは何かというと、多分最近 TikTok とかでもよく似た商品が出てるので見たことあると思うんですけど、 iPhone の後ろにこうやってちょっとくっつけてミラーリングしたら簡単に接続できて、こんな感じで、これは何に使うかといったら、こういう外カメで自分を撮ってもらう時とか、
一人で写真を撮る時に内カメじゃなくて外カメを使いたい時あるじゃないですか。そういう時にこうやって貼っつけるとこう画面が確認できるよっていうやつですね。こんな感じでこれで確認してるので全部画面内に顔が映ってますね。ちょっと半面のやつとかあったけどこれ1個持っといたら結構便利だし、これ似たような商品がいっぱいあってどれがいいのか迷ったんですけど、私が買ったこのシンコは接続がかなり楽だったので、他のやつは結構 Bluetooth もつなげなきゃいけないし画質があんまり綺麗じゃないとかいろいろ口コミに書いてあって、これはここで画面の大きさとかも変えられるし音量とか変えられたりとか、充電もタイプ C なのですごく楽で、これは私結構買ってよかったなって思います。写真撮った時にうまく撮れないと諦めちゃうじゃないですか。だけどやっぱりこれがあると写真のモチベが上がるって感じですね。で最後にめちゃくちゃよく聞かれるデジカメを紹介しますね。前もデジカメはご紹介したんですけど、あれからまたさらにもう一個仲間入りして、こちらのキヤノンのカメラです。これは私ネット販売している中古カメラ屋さんでいくらだっけな、12万ぐらいで買ったんですけど、画質とかもすごくレトロで、動画を撮るっていうよりかはフラッシュで写真撮った時にめちゃくちゃエモい感じになるんですね。私のインスタはほぼほぼこれで撮っています。やっぱり私キヤノンのカメラがめちゃくちゃ好きなので、よく何で写真撮ってますかってインスタでよく聞いてもらうことが多いんですけど、 iPhone6 かほぼほぼこれですね。これとかもこのカメラで撮ってます。これの難点としては外カメしかないので画面が見れないんですね。それこそこういうのでつなげたらいいんですけど、失敗も多いですけどよく撮れた時にめちゃくちゃいい写真が撮れるので、このデジカメもめちゃくちゃお気に入りです。風景とか物撮りする時とかにムービーモードも使ったりはするんですけど、これは割と写真メインで使ってます。はい、そんな感じでちょっともっと紹介したいもの持ってきたんですけど長くなっちゃうので、また来月とか別の動画でご紹介しようと思います。今日ご紹介したこのメディキューブのアイテムたちは11月1日から6日まで9点のメガポでかなりお得に購入できるので、ぜひチェックしてみてください。はい、では最後まで見てくださった方ありがとうございました。